シルク本日の企画はですね、視聴者さんと連携した企画をやりたいと思います。わー YouTube っぽくていいんじゃないですか。はい。アンケートってあるじゃん。まあ好きな食べ物ランキング第1位はみたいな、なんかカレー、なんか唐揚げみたいな感じでそういやもうデブ目線アンケートを取ってどんな結果なのかをまず見るんですけど、はいその後そのアンケート結果絶対予想わかんないじゃないですか。それを当てるゲームをちょっとしたいなと思ってる。要するにこっちがアンケートを投げかけて、そのランキングがわからないから視聴者さんの心を読んでそれを当てましょうというゲーム。そういうことじゃあ魚民さんの心俺たち分かってんのかゲーってこと？そうだね。まあ分かってるからこそ、逆に言えばドンピシャな動画をタイミングで出したりできてるんで、お互い寄り添ってるつもりではある。だと思うよ。アンケートの中で一番投票数の多かったやつがポイントをもらえるようにしたい。一番多いアンケート結果を当てろ。直感問題はじゃあもう考えられてるってこと？問題もできてる。ああ、そうなんだ。あ、10問あんだっけ10万。それはそれでさ、ちょっと俺これ聞きたいんだけどをやってもいいの？いいよ選択肢変えてもらってやるのもありだから、出題もしていいと思う。出題しようぜ。オッケー。ということでやっていきましょう。わかりました。どういう感じなんだろうね。徳川家康といえばどこが特徴として分かりやすい？目、体型、帽子とか。それはクソすぎる。帽子かな。シワ。そういうレベルのやつが来るのか。だから朝はご飯がパンみたいなレベル。確かに。お前今天才。1問目それ。じゃあ5分のアンケート取ります。では第1問目。朝食を取るならどっち？お米、パン。2択でしょ。2択。いやでもね、これね、アンケート取る時間っていうのが大事だと思う。今夕方の4時ぐらいなのよ。ちょうど学校が終わった学生さんとか、まあなんだ子供のお迎え帰ってきてみたいな、多分お母さんとかが多いだろうから、いつも食べてるとかじゃなくてどっちかって聞かれたからさ。そうその時の感情。俺もそう思う。ってなるとまた違うよなっていう。何書いたか教えてください。せーの。はい。パン、ご飯。ご飯？なるほどね、ご飯派が多いね。まあパンを食ってたとしても、いやご飯じゃねっていう。俺もそう思う。派閥的にね。そういややっぱ朝食のご飯って締まるよなみたいな。実際俺もパン食ってたとしても、朝ご飯食いたいし。そうだね。いや俺この時間アンケートに答えられる人は朝忙しい人だと思う。だから部活とか朝早く行って今ちょうど間の時間じゃん。だから楽な方を選ぶんじゃないかと思って。ああそうだね。こっちを思ってる人のまんま行って、こっちを思ってるけど結果ご飯だよねってなってる派閥。いい問題じゃん。はい、ということで出た。結果が出ました。うわー、ありがとうございます。こちらです。お米ということで、やっぱみんな好きなんだな。そうだよ、好き。そうなんだ。ちなみに割合なんだけど、お米が 58%、パンが 42%。まあ本当に本当にね。まあ時間帯が違ったらパンの方が多いかもね。そうね。フィッシャーズのツイッターなんかご覧ください。ご覧ください。シルクか甘が1ポイントです。いやまあ最初の問題は別にねそんなにリードにならない。まあね、4択だとね、これサクッとひっくり返るからね。よし、2問目いきましょうか。いきましょう。自分は暑がりだと思う、寒がりだと思う。うわ、個人差の割合の話めっちゃむずいじゃん。今ちょうど夏から秋に変わった時期じゃん。書いてください。でもな、いやまあこれはこっちだろうなって感じはするけどな、俺は。うわちょっとむずいこれマジでむずい。では何を書いたか見せてください。せーの。寒がり、暑がり、暑がり。またこの分かれ方したよ。ありゃ。まずいなこれは。俺ちょうどこの間福岡に行ったのよ。で今夏から秋に変わってちょうど温度が下がった時期で、俺半袖のシャツ探しに行ったの。そしたらもうほとんど置いてなくて、結構長袖着てる人の割合が多かったのよ。温度が変わってちょっと寒くなってきたなって感じる人が多いから、割合的にはそっちの方が多いかなと思った。俺的には、単純に何がりって時って暑がりじゃねって思う。俺寒がりなんだよねって暑がりなんだよねより聞かないんだよね。寒がりだよって言ってる時って本当に寒い時なんだよね。みんなそうだよっていう話題になるじゃん。結構論争だったのが、暑がりはいくら服脱いでも全裸以下にはならないじゃん。でも寒がりは着ればいいから、それ次第で寒がりじゃなくなるわけだから寒がりっていう率が低い。そうそう、俺も一緒。寒がりって最悪人に指摘されなければワンちゃん気づかないわけよ。夏は半袖になっても結局暑いもんは暑いから、やっぱ暑がりってくるわけ。マイナスが限界があるのがこっちっていう。なるほどね。確かにガリって聞き方だとそうなっちゃう。そうね。
どちらが多かったのか発表します、こちらです。暑がり。おいやったー。ダーシルクに1ポイント入ります。まあまだまだ挽回の余地あります。そうだよ。第3問。おい夏休みの宿題はどう進める？先に全部終わらせる、後半で一気に片付ける、毎日少しずつ進める。うわむずー。あこれ難しいな。6月とかに聞いたら先に終わらせようってみんな思ってそうだけど、7月8月が終わった後だからいやむずー。では3人の書いたのを見せてください。せーの。はい。後回し、最後に終わらせる、最後にやる。一緒だぜ。そうだね。だから最後に終わらせるっていうのが一致してる。一致してる。割合的に多いのはこっちだと思う。気持ち的にはいつも最初にやろうとは思ってんだよね。ただ結局最後に焦ったよっていう声を聞くことの方がはるかに多い。自分の体験談として、俺早めに絶対やる。周りにそういう人がいなかったっていうので後回しかな。でお前に遊び誘われて俺らは全部後回しです。お前俺のせいにすんだよ。みんな口すぼめて横に目向いてあいつが払ったから毎日コツコツやるタイプの人ってどれぐらいいんだろうね。その人みんな待っちゃうと思う多分。なんかコツコツ筋トレできる。そうだね。そう。もう一回学生に戻っても宿題できる自信ないな。俺宿題やらなかったことないんだよね。でも成績は気にしてた。あ、めっちゃ気にしてた。成績良かったもんね。成績はそうだった。俺たちバカじゃん。成績気にしてなかった。だって多分俺思うんだけどシルクはいい意味でバカできるやつを集めたわけじゃない。ああ確かに。だから俺らみんなバカなんよ。いい意味でバカできるっていうかバカなんだよ。根本がバカだから俺たち。いや根本がバカなのは俺もなんだけど、無鉄砲な感じで周りを見てスイッチングっていうのやるときはやる、もうバカできるときはバカできるっていう人が周りにいなかったからバカだけかな。そう。さあこの3択の中で一番多かった票は何なんでしょうか、こちらです。後回し。ほらさすがにそうだよ。バカできるが一番票が多かった。60%ぐらいあるでしょ。先に全部終わらせると毎日少しずつ進めるはそんな大差なくて 25% と 22%。 さあやっぱでも後回しにする人が本当か。まあ俺もそう思うんだけどというのでこの問題は3択問題だったので全員正解ということで全員2ポイント入ります。差が生まれないわ。一緒になったら一緒になったでね、順位がつかないんだ。第4問。洋服を買う時の決め手はデザイン、価格。いやそれはさすがにこれ以外なくない？では3人の見せてください。でせーの。これだろ。デザイン。なるほどね。だってデザインを見た上の価格。そう。これはさすがにこれ以外ないと思うよ。ないでしょ。どっちから選ぶんだったらデザインじゃない？いや8割2割ぐらいで分かれると思う。だデザインがあっての価格だからな。そう俺なんかこれについて何を話すかって話。デザインの先に価格がいるからな。どうしてもデザイン気に入らないと大体価格に入んねんもんね。これちょっとどうか 100% であってほしいな。いやでもワンチャンだからその無地 T が好きなやつがいるかもしれないから。俺もちょっと好きっちゃ好きだから無地 T。まあ分からんくもないけど。でもねそもそも無地 T が好きなやつは無地 T の高いの買うから。バカだ。無地 T の安い中でもいいやつ買うから。そうだよね。視聴者さんがこの質問をどう捉えるかによるしな。何を見て決めますかってなったらやっぱデザインなんだよな。いいなと思ってもやっぱ価格を見てしまう。それいいなと思ってるからデザインだ。デザインなんですね。いやさあ視聴者さんがどういう選び方をしているか。ちょっとその人と話したいわ。こちらです。デザインですよね。はい、それはそうですよね。まあ分かりきってる。でも8割言ってたでしょ。57%。じゃあ受け止め方はどうなってるのか。受け止め方だ。多分この動画見てアンケート取ったら7割8割。7割いくと思う。第5問。これ4択問題です。うわ多いな。初デートするならどこ行く？うわなんかそうかわいいな。初々しい。 1、テーマパーク。2、映画館。3、水族館。4、レストラン。この考えはちょっと大人になってるのかな。それ言われると少し迷っちゃうな。でも行くならって憧れなんだよなこれ。それが難しい。実際問題ここは行くだろうけど憧れとして言わなそうみたいな。理想的なあるからな。では3人の見せてください。せーの。バラケロってあ、俺バラけてない。全員水族館。水族館だ。マジ水族館でしょ。1個目に出したのは俺レストラン。レストランは行くけどレストランを目的としてない。水族館以外は結構おしゃべり重要な。そうだね。ハードルがちょっとある。高くない？
話題を提供してくれるじゃん、生き物が。そうテーマパークだとやっぱ待ち時間っていうのがやっぱり難しいところなんだよね。人によっては疲れちゃったりもあるから映画館は喋らないじゃん、もうすでに。喋らない。そうテーマパークってなるとさ結構楽しみにさしていくわけだけど、初デートでその2人でどこまでさ温度感があるかわかんない。ああ確かにね。テーマパークは一旦まあないかなって感じが多かったな俺は。確かに初じゃねえな。シルクロードは初デートだったらどこ行くんですか？俺初デートですか？水族館だったな。あ、結局水族館だった。うわでも映画館の時もあるわ。ディズニーとかユニバでもない？いや初デートディズニーとかユニバはない。初は俺はない。初だよ。やっぱそうか。でもやっぱどこ行くにもレストランは行ってた。やっぱ結局だから飯食いには入るしな。そう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 。レストランって言い方がちょっとなんか敷居高い感じ。ああそうだね。高級レストラン的な。確かに予約しないといけない感じですね。そうということで、このアンケート結果こちらです。ドキドキするんだこれ。水族館。ほらちょっと嬉しくない？やったー。俺たち受けてるかもしれない。これは嬉しい。ってことはこれ3点じゃん。 3点です。でかー。ダホは追いつけない。全然差が生まないんだよ。第6問目なんですけど、皆さんに作ってもらいましょうか。誰代表で作ります？ 3 人で考えて作ります。でもありそう。じゃあちょっと恋愛系でいこうかな。面白い。どういう質問をしますか？パートナーを選ぶ決め手。うわー、むずいとこ来たね。何択問題にしますか？呼んでいこう。4択問題ですね。きっかけじゃねえんでしょ。きっかけじゃない。決め手。でしょ。決めてか。それむずいな。1番は何でしょうか？容姿。2番、家族関係。3つ目、友達の意見。 4つ目。金。おい、やっぱり存在し性格はない。性格はね安直すぎると思った。財力。やばっ。なんかハートフルな問題じゃなくなってきたな。そうでしょ。アンケートとしては面白い。けどなんかあんまり答え見たくない感じは。じゃあ3人何書いたか見せてください。せーの。はい容姿、友達の意見、容姿。おお。財力じゃない。お前財力じゃねえのかよ。俺はそうかもしんない。アンケート結果当てるやつだからな。友達の意見。まあ学生の人にこの問題が刺さるんだったらそれ多そう。容姿がきっかけになることはあると思うんだけど、決め手にはならなそうだなみたいな。付き合う時に意外と顔良ければいいやって人多いんだよな。見た目ってすげえ大事だな。見た目はめっちゃ大事。例え俺もね、友達の意見かな。ば容姿を選んで失敗しましたっていう意見が多いのはもちろんそうだと思うんだけど、やっぱここがちゃんと成り立ってる人は基本いい人だな。ね、友達に聞いて、いやあいつやめた方がいいよっていうやつもさ、いるっちゃいるじゃん。でそうすると本当にそういう人じゃん。いや嘘だって思っててもちょっと恋が盲目っていうからさ、分かんなくなってたとしても結局そうだった場合あるから、これがビリってことはないんだよ。まあそうだね。さすがに1位かどうかって話になるけどね。この2つと金がどう争うかによって変わってくると思う。でも確かに思うけど、容姿を見れば大体どのくらいの財力があるかって分かるじゃん。たまにね、稀なパターンがあるんだよ。お前絶対お金ないだろっていう格好してるやつがむちゃくちゃねお金持ちだったり、まあ僕たちのことを言うんですけど、お前はよぎったけどお前言うのかそれも。お前ツッコミがちゃったぞって否定でしょ。前提の話。ちょっとずつ裏上がってたから。ということで、はい。なんだろう。これはね気になる普通に。こちらです。容姿。1、容姿です。2、家族関係です。おお。3、友達の意見。4、財力。よかった、いい人ばっかり。やっぱり家族関係なんだね。パートナーっていう言葉が効果が出たね。家族ぐらいの付き合いで考えてる人が多かったんだね。そうだね。3点3点、俺1点ですね。どう変動したんじゃね？ダーラが1位だね。ダメ1位。そうだね。俺とシェフここで分かれたから。そうだね。じゃあ次僕いいっすか？いいでしょ。いや、俺これすっげえ気になってたの。もし予約の取れない高級ビュッフェに行けました、あなたはどれを一番多く食べますか？肉、野菜、デザート。4つ目に魚も入れといて。まあ、肉、魚、野菜、デザートでいいよ。さあ、どれでしょうか。多くだから別にそれしか食わないわけじゃないもんだ。これもね、多分ね、男女とか年齢ではっきり分かれると思う。分かる分かる分かる。そういう意味で難しい問題かもしれない。何書いたか見せてください。はい。せーの。肉。いや、出そうだ。予約の取れない高級〇〇に行けたなら腹空かせていくと思うんだよね。確かにな。よっしゃ、ショートケーキとはならんと思うのよ。肉の合間に野菜は食うけど野菜は一番多く食わんだよ。俺もそう思う。女子の意見は絶対デザートだ。そういうところにデザート食いに行ってる人ばっかりだから結構。そうかなって思っちゃうな。いや、俺確かに
連れてった時とか、みんなもうデザートで目ハートだったもん。いやそれはちょっとわかんないよ。予約の取れない高級店あれスマホもあれなんじゃない？実はお前の前だからデザートって言ってんじゃないの？女子同士だったらもう爆の感ベリー入る肉で肉食わせろよさあ出ました。これ肉だわ。これは肉だ。肉でしょ。こちらです。肉。よかった失礼しました。よかったね。よかった安心しました。恐ろしいほど圧倒的に肉。あ本当。やっぱそうよね。ということで全員3ポイント。やったー。なんか俺ら2人連トラ出したからさ、ここらでガーバンもなんかダーマのやつでいいよ。なんか醜い相手をやるならどこ狙うとかさ、首、顎、喧嘩でまず狙う箇所喧嘩で狙う箇所はちょっとバイオレント急に100万円が手に入ったらうわーむずっ。でまあ全部使う、半分使って半分貯金するで全部貯金する。もらわないわ。それは俺的にない増やすな。そんな思考の人なかなかいない。だから株するとかないもんな。ないからそうもう一個ぐらいなんかちょっとボケ入れとかない。確かに4つ目に土に埋める。動物の森かも。増やしてボロンそうね。パロマク。あいいじゃん。さそれいいかもね。札束でビンタするあいいねいいねいいね。正直ちょっとやりたくはある。ツイッターのアンケートだったら押したくなっちゃう。言っててなんだけどやっぱ迷うな、言ってる本人も。皆さんも見せてください。せーの。半分使う半分食べる。ビンタビンタ。ビンタなんだね。お前ら肉臭凍ってんな。ビンタのメリットがあってですね。メリットなの？そうなんですよ。これメリットあるんですよ。100万円札を握ることができるんだよね。半分使って半分貯金の場合は下ろすっていう明確なことが書かれてあるわけ。もともと振り込みの振り込みの可能性もある。手元にこう封筒ごと手に入るわけでもないしみたいな。そうだからどっちかが分かんないから、ビンタだった場合は確実に100万円を握ることができて、ビンタした挙句に半分貯金もできるし全額使えるし全部貯金もできるから。その後はもう自分でこの後は全てできる。いやなんかそれわかんないよ。100万円ビンタして終わりだと思ってる人もそうまあそれからさ、100万円もらえるから。現生なんですよ、現生。視聴者さんがどっち派かでちゃんと答えるのか、ボケたい派なのか。ボケと捉えた挙句真面目に解説ができる人がいるんじゃないか。いやこれがね、世論世論よね。世論。果たしてこの4つの中でどれが一番なのか。頼む。こちらです。半分作って半分貯金する。ナイス世論。はい。んだほ3ポイントで。ありがとうございます。ビンタは3番目でございます。でも3番3本目なんだ。やっとだから俺らが深読みしすぎたな。そうだな。ちょっと汚い大人な分だけど次の問題いきましょう。あなたにとってフィッシャーズとは1、友達、2、ヒーロー、3、アニメ、4、家族。もはやどれでも嬉しい気がしてきた。で、なんで俺これをやろうかと思ったかっていうと、リプとか DM 開放してんだけど、ザーって見るわけですよ。こういうことがあって気持ちが晴れてない時に見て助かりました、私にとってはヒーローですって言ってくれる人と、動画を見てなんかいつの間にかこう家族の輪に入ってるような感じがしましたっていう人、いろんなフィッシャーズって顔あるなと思って、アンケート取って一番多くなるのってどれなんだろう。うわそれがさ、ヒーローでも嬉しいし、家族だとしても友達だとしても、それはアニメだとしても嬉しいんだけど、俺ら漫画になったりとかさ、アニメ作ったりとかさ、映画とかいろいろ、アニメっぽいってよく言われるじゃん。ワンピースみたいって言われてるし、いろんな言われ方するね。そうだから俺らは傍から見て、視聴者さんから見てどう見れてるのかな。では皆さんも見せてください。せーの。ヒーロー、友達、友達。わー。ヒーローとは選んだんだけど、友達のようなヒーローでありたい。ああ、そういうこと、そういうこと。逆だよね。ヒーローのような友達でありたい。まあそうね。まあでも何でやっても嬉しいんですけど、そうだね。1個入れとくべきだったかな、クソ野郎とか。そうね。俺たちこれ褒められる前提だもんな。そういつの間にか自分たちの心が傷つかない方法を学んでしまってる。強いてリッシャーズに言うことはみたいな4択面白いね。酒飲んだ時ザコを喋れとかさ。だほいつも眠そうだからね。サカナンジャーの動画を出した直後だからヒーローとしてくれる人は何割かいそう。まあそうなって印象はあるだろうね。あると思う。ヒーローに見えるから完全に。直近なのもあって。そうね。そうだね。決まりました。はいはい。こちらです。ヒーロー。やったー。いや嬉しい。嬉しいね。1位ヒーローですね。で2番目が友達です。そうだよね。だから3ポイントです。みんなも2ポイントだそうね。この絶対褒められるアンケートいいな。最終問題なんですけど、
これも別に変えてもらっていいです。ただ面白い。面白い問題ではあると思う。なんだ。第10問最後です。この中で好きなラーメンの味はどれ？もうなんか急に飯の話こんなにすごい話して1塩2醤油3味噌4豚骨たいやこれなこれな。いやまあでも俺はこれだな。もうでは3人の見せてください。せーの。はい醤油味噌。おお分かる味噌か味噌か。地域によってばらけるよ。この間マジでうまい醤油ラーメン見つけちゃってあーそっからこうちょっと醤油ラーメンを漁るのにハマっちゃったよね。はいはいはブームが醤油来てんだよ。俺の中でのブームが完全に醤油ラーメンなんだね。い。俺はもう完全にね、なぜ醤油ラーメンかってあるんだけど、町中華って醤油ラーメンなんだよ。大体醤油だよね。そうだね。安価でうまいのいっぱいあるし、結局ここに帰ってくる。飲み物で言うとお茶ないよ。嫌いな人がいない。まず確かにあったもんね。味噌今いいわはあるけども、醤油は今いいわだってラーメン屋で醤油出てきてもまあ納得はするんだよ、塩ラーメンはちょっとパンチが欲しい時に若干かける時があるのよ。逆に言えば塩ラーメンだけを求める時がある。豚骨ラーメンもそれに近いんだよ。そうだね。まあでも俺はそのね逆で醤油まああっての味噌とは思うんだけど、いや今日味噌いいなってなるまでがやっぱ味噌うまいし、一あー発目食った時味噌うまいんだよ。すげえバチバチだ。喧嘩しないで。こういう感じなのこれ。はい、ということで決まりました。はい、気になるわ。今回は後ろから発表します。はいじゃあ4番目20番塩。激戦じゃだって4位で2位すごいね、匂いすごいね。めっちゃ割れてる。だって25%、25%、25%、25%の半分だから。そうね。 3番目24%味噌。マジかマジか。豚骨 VS 醤油九州の票が入ってたかもしれないよ。まあそうかもね。あー、味噌3位だったか。醤油か豚骨か。醤油。さすがベーシック。いやベーシックアンケートの中で一番争ってたよね。うわー、醤油ラーメン食いてー。いや、やっぱラーメンみんな好きだからな、ばらけんだろうな。ということで最後の問題が終了したってことで、みんなポイント何ポイントなのか発表してくださはーい。じゃあ俺からいくわ。い。ははいよ。ダーマは18ポイント。18ポイント。お、シルク18ポイント。並んだ。飲んでる。ということはなお21ポイント。ということで今回の直感王はナホー。おめでとうございます。正解数で言ったら多分そんな変わんないと思うんだよね。そうだね。ポイント高いところで取れたのがでかかったわ。そうだね。あと100万円でボケてしまった末路です。ビンタされるべきは俺たちかもしれない。 100万円だったらいいよ別に。そうだね。動画見てくれてありがとう。セカンダリー Twitter フェイスブックはやってもネタで登録者1000万億でもか。チャンネル登録よろしく。せーの、あゆー。あげー。